こんにちは、皆さん。今日は猫が嫌がる撫で方と喜ぶ撫で方についてお話しします。猫との暮らしでとても重要なのが、猫がどのような撫で方を好むのか、また嫌がるのかを理解することです。この動画を見ることで、猫とのより良い関係を築くためのヒントを得られるはずです。もしこの動画がお役に立ちましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは、早速内容に入っていきましょう。まずは、猫が嫌がる撫で方から見ていきましょう。一つ目は、食事中に撫でる、です。猫が食事しているときは、彼らにとって非常に大切な時間です。このタイミングで猫を撫でると、猫は自分が無防備な状態であると感じ、不安を覚えることがあります。猫は食事を非常に大切にするため、食事中に撫でられると、食事が邪魔されている、と感じることがあります。さらに、食べ物を取られるかもしれない、という恐怖を感じることもあります。このように、食事中に猫を撫でることは、彼らにとってストレスの原因となり得ます。食事が中断されることによって、食べることをやめてしまったり、最悪の場合、攻撃的な行動に出ることもあります。これは、猫が食事の邪魔をされることを非常に嫌がるためです。食事中の猫に対しては、彼らが完全に食べ終わるのを静かに待ってから、接触を試みることが重要です。二つ目は、尻尾や足を撫でる、です。猫の尻尾や足は非常に敏感な部分で、多くの神経が集中しています。そのため、これらの部分は猫にとって非常にデリケートなのです。尻尾や足を触られると、猫は不快感を示すことが多く、信頼している飼い主であっても、避けた方が良いとされています。その理由は、尻尾や足が猫の生存本能に直結する部分であるため、触られると猫は自分が脅威にさらされていると感じるからです。猫が尻尾を振ったり、足を引っ込める行動は、不快であるという明確なサインです。猫は自分の体を守るために、これらの部分を特に敏感に反応させます。また、尻尾や足を強く掴んだり、無理に引っ張ると、猫に痛みを与える可能性がありますし、それが原因で飼い主に対する信頼を損ねることもあり得ます。三つ目は、高い位置から撫でる、です。猫は警戒心が強い動物であり、高い位置からの接近を特に警戒します。そのため、人が立ったまま猫を上から撫でようとすると、猫はそれを攻撃や捕獲のサインと誤解する可能性があります。猫の視点からすると、上から迫ってくる大きな手は脅威となり、不安や恐怖を感じる原因となるのです。猫が不安を感じると、その表情や行動に現れます。耳を後ろに倒したり、体を低くして逃げ場を探したりすることがあります。猫がこのような行動を見せた場合は、すぐに撫でるのをやめ、猫が落ち着くのを待つことが大切です。座った状態で猫の近くに静かに座り、猫が自分から近づいてくるのを待ちましょう。猫が自分から近づいてきたら、その信頼を裏切らないように、ゆっくりと毛の流れに沿って撫でてあげてください。このように、高い位置からではなく、猫と同じ目線で接することで、猫も安心して撫でられることを楽しむことができるようになります。四つ目は、しつこく撫でる、です。猫は初めのうちは、撫でられることを楽しむかもしれませんが、それが長引くと不快感を示すことがあります。猫は非常に繊細な動物で、感覚がとても敏感です。撫でられること自体は気持ちが良いものですが、あまりにも長い時間続けられると、その感触が負担となり得るのです。特に、同じ場所を繰り返し撫でられると、その部位の皮膚や毛が過敏になり、不快感を覚えるようになります。猫が不快だと感じた時のサインには、尻尾をピシピシと振る、耳を後ろに倒す、体を硬くする、あるいは、撫でる手から逃れようとする動きがあります。これらはすべて、もう撫でなくていい、という明確なメッセージです。猫がこれらのサインを示したら、すぐに撫でるのをやめてあげることが大切です。猫がリラックスしている時にだけ撫でるようにし、猫が撫でられることを楽しんでいる間は、その状態を続けてあげてください。次は、猫が喜ぶ撫で方を見ていきましょう。一つ目は、ゆっくり撫でる、です。猫は信頼している人からの、ゆっくりとした優しい撫で方を非常に好みます。この撫で方のポイントは、猫の毛の流れに沿って、焦らずゆっくりと手を動かすことです。こうすることで猫はリラックスし、安心感を得ることができます。
毛の流れに逆らわずに撫でることは、猫にとって非常に心地よい刺激となります。特に、頭のてっぺんから背中にかけて、尻尾の方向へと撫でる動作は、猫が自然界で親や仲間と行う、グルーミングの一環と似ています。そのため、この方法で撫でられると、猫は幸福感を感じ、うっとりとした表情を見せるのです。撫でる速度も重要で、急いで撫でたり、力を入れすぎたりすると、猫を不安にさせることがあります。猫の体を優しく、そしてリズミカルに撫でることで、彼らの緊張をほぐし、愛情を感じさせることができるのです。撫でられている最中に、リラックスして目を細めたり、喉をゴロゴロ鳴らし始めたりしたら、それは猫が撫でられることを楽しんでいる証です。二つ目は、指先で撫でる、です。この撫で方は、猫が非常に気持ちよさを感じるもので、特に顔や首の後ろなど、自分ではグルーミングしづらい部分に効果的です。猫の顔のてっぺんや耳の付け根、首の後ろなどは、猫が自分で手が届きにくい場所です。これらの部分は、多くの神経が集中しており、優しく指でなぞるように撫でることで、猫は大きな快感を覚えます。特に、指の腹を使って軽く圧を加えながら、ゆっくりとストロークすることがポイントです。この撫で方の魅力は、猫がグルーミングを受けていると、感じさせることができる点にあります。猫は互いにグルーミングを行うことで絆を深めるため、この行為は猫にとって非常に心地よいものです。飼い主がこの撫で方を行うことで、猫との信頼関係がさらに強まります。多くの猫がこの撫で方でリラックスし、幸せを感じることができるはずです。三つ目は、目の間や顎の下を撫でる、です。この部分は猫が触れられると、特に快感を感じやすい敏感な部分であり、撫でられることによって、強い安心感と快適さを得ることができます。実際に、多くの猫がこの部分を撫でられると、リラックスした様子でゴロゴロと喉を鳴らし始めます。これは、猫が撫でられて心地よさを感じ、愛情を感じ取っている証です。猫がリラックスしている時に、優しく声をかけながら近づいて、リラックスしていることを確認したら、指の腹を使って、ゆっくりと顎の下や顔の周りを撫でてあげてください。特に、顎の下を軽く撫で上げる動きは、猫を非常に幸せな気持ちにさせることができます。このような撫で方は、猫との絆を深める素晴らしい方法です。四つ目は、尻尾の付け根を撫でる、です。この部分は、猫にとって非常に重要な場所で、特にメス猫にとっては、快適な刺激を提供することができます。尻尾の付け根にはフェロモンを分泌する線があり、この場所を軽くポンポンと叩くことで、猫は大きな喜びを感じることがあります。この刺激は、猫が他の猫や環境とコミュニケーションを取る際に重要な役割を果たすため、特に感受性が高いのです。猫が座っているか、横になっている時に、ゆっくりと手を尻尾の付け根に近づけ、軽くポンポンと叩きます。猫の反応を注意深く観察し、猫がこの撫で方を楽しんでいれば、リラックスした様子や喉を鳴らす音が聞こえてきます。この撫で方の素晴らしい点は、猫との信頼関係を深めるとともに、猫が感じるストレスを減らす助けにもなることです。今日ご紹介した猫が嫌がる撫で方と喜ぶ撫で方についてどのように感じましたか？猫の気持ちを理解し、快適で安心する撫で方を心がけることが彼らとのより良い関係を築く第一歩です。もし今日の内容が役立つと感じたら、コメントでどの部分が参考になったか教えてください。このチャンネルでは猫に関する様々な情報を定期的に更新していますので、どうぞよろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。